マリオグッズ所有量でギネス記録を獲得しました。やっぱりマリオっていうキャラクターが人気だからこそいろんな種類に出てますし、いろんな体験ができるっていうことだと思います。マリオグッズコレクターの機械です。マリオグッズを集めていて、2010年にマリオグッズ所有量でギネス記録を獲得しました。ギネスを取ろうとしてグッズを集めていたわけじゃなかったので、この時にたまたま自分のマリオグッズ持っている量をリスト化していて、でそのリストをせっかくまとめたんだからギネスに登録してみればっていう知人の勧めでギネスに申請してみたら、なんとなく通っちゃって割と自分の中であっさりというか、こんな感じで取れちゃうんだみたいな感じでした。ここは静岡県なんですけど、もともと東京都に住んでいて静岡出身で、ちょっと実家が近くにあるんですけど、ちょっと家の事情でこっちに引っ越してきたって感じですね。ここ田舎なんで、ある程度の広さである程度の安さのところに住めるんで、ここに決めたって感じです。ギネス取った時は2010年で16年前の時は5000点ぐらいだったんですけど、今はだいたいもう 2,3 万点ぐらいには増えているかと思います。マリオはもう何でも出ているので、本当フィギュアからおもちゃから生活用品、それこそ子供向けの歯ブラシ、洋服、何でも出てますね。収集対象としてはマリオがついているものなら何でも集めているので、チラシとかももちろんそうですし、わずかでもマリオがついていれば集めているっていう感じですね。ではこれから僕のお部屋のルームツアーを始めます。じゃあまずこの辺はゲームの場所ですね。ここが主なゲーム棚、ゲームソフトが入っている棚で、こっちのクローゼットの中にもいろいろ入っていて、ゲームソフトであったりとか、こっちに入りきれなかったパッケージ、あとのゲームハードとか、こっちにゲームの周辺機器とかもしまっています。でこっちがだいたいゲームソフトのパッケージですね。やっぱり僕はファミコン世代なので、初めて遊んだソフトはやっぱりスーパーマリオブラザーズで初めて買ってもらったソフトがスーパーマリオブラザーズ3ですね。これね、当時のものではないんですよ。これ後で買い直したものです。当時のものだと多分もうこのマリオ USA ぐらいのところはもう当時のものですね。もうちっちゃい頃から持っているものなんで状態悪くなっちゃうんで、こういうものとかは綺麗なものを買い直すことが多いですね。あとやっぱりマリオワールドとか、この辺の世代なんで、スーパーファミコンのスーパーマリオワールド、この辺がやっぱり思い出深いですね。一般に発売されているゲームソフトはほとんど持ってるんですけど、本当に限定とか非売品とかごく一部にしか販売とか発売されてなかったものはまだ一部持ってないものもありますね。ここにあるオールナイトニッポン版とか日本放送で限定数千本で販売された限定ソフトなんですけど、こういうのもね、マリオゲームの中にはあったりします。やっぱりオークションとかがメインですね。当時はやっぱりまだ幼かったので、こういう情報知らなかったので、後になってやっぱりこういうものがあるっていうのを知って買ったって感じです。この辺はですね、任天堂 DS とかゲームボーイのやつなんですけど、マリオのデザインのハードになってます。で特定の店舗で限定発売されたのもありますし、キャンペーンの当製品のやつだったりっていうのもありますね。こういうのは任天堂のキャンペーンの当選品です。僕は自分で当てたわけではなく、これもやっぱりオークションサイトとかで手に入れたものですけどね、この天板のところにこういうキャラクターの刻印が入ってるっていう限定の任天堂 DS 本体です。ここにピーチとかヨッシーとかいろんなキャラクターがいるんですけど、各数百名とかだと思いました。でこちらはゲーム雑誌の任天堂ドリームという雑誌でして、僕がライターとして結構前から携わらせていただいているゲーム雑誌です。多分初めて携わったのはこの2008年1月号スーパーマリオギャラクシーが出る頃ですね。この辺りからちょっとずつ携わらせてもらっています。最初はね、グッズ写真の資料提供だったんですけど、後々ライターとして携わるようになって、今は記事をゲームソフトの紹介記事とかを作ったりしています。でこの辺がマリオ関係の本を並べている本棚ですね。こっちは攻略本関係もありますし、他の昔出た漫画とかもあります。攻略本系で思い入れがあるのはやっぱりさっきも話したマリオ3の攻略本とかは多分小さい頃とかに買ってもらってよく読んでた本です。これはもう当時から読んでたものでボロボロのやつで、でもこっちは後で買い直した綺麗なやつです。やっぱり当時持っていたものも捨てられないですし、かといってやっぱり綺麗な状態のやつもね欲しいですからね。割と攻略本って当時結構買ってもらっていて、ゲームソフトはそんなにやっぱ頻繁に買ってもらえないから、その分
攻略本とかマリオ関連の本を買ってもらって、それで読んで満足していたみたいな、知識を得ていたみたいな感じですね。僕もライターとしていろいろ攻略本とかにも携わっていますし、例えばこういうスーパーマリオブラザーズ百科とかも手掛けたりとか、あとこういうスーパーマリオレッセイの公式設定使用集とか、こういうのも携わったりしました。ライターやり始めて最初に携わったのはこのマリアンド・ルイージ RPG3 の攻略本なんですけど、やっぱり自分が携わった本っていうのはすごく思い出深いですね。やっぱりこういう攻略本でかけて後々ね読んでましたとか面白かったですって言われるとはやっぱ嬉しいですね。これは60センチぐらいあるマリオの像で結構前出たやつなんですけど、僕も個人的には気に入っていて、でそれをちょっと目につくところに置いておきたくてここに置いてるっていう感じですね。で普段はここのパソコンで作業してます。ライターの仕事がメインなんでここで主に仕事していて、でこっちにテレビとあと歴代のゲーム機が並んでいます。ここでゲーム機があるんで、もうパソコンにキャプチャーをつないでここで画撮とかあと録画したりとかもします。これは結構前にテレビ出演した時のネームプレートみたいなやつなんですけど、各界のいろんなマニアというかコレクターが集まる特番みたいな番組だったんですけど、でそれに出演した時になんかマリオ代表みたいな感じになって、機械東京と当時東京に住んでたんで東京都っていうネームプレートですね。一応思い出に撮った感じです。ここは廊下というかそういう感じのとこですね。ここにも棚を並べてもうどんどんマリオグッズが置ききれなくなってるんで、そういうのをここに並べてるって感じですね。この辺は前作初代1作目のマリオ映画のものをここに並べてたりとか、基本的にもうどんどん向こうの部屋が入らなくなってるんで溢れたものがどんどんこっちに入ってくるっていうのもありますけど、この辺はもう随時整理してからグッズ部屋にどんどん送っていくって感じですよね。立体感というか重なって後ろのものが見えなくならないようにはしてます。だから後ろの方に高いものを置いていたり、ここにある箱のフィギュアとかも下に箱を置いてあって上に段差で上に見えるようにとか、奥にでかいものを置いてたまに小さいものを並べるっていうのは並べ方の鉄板ですね。でこちらも廊下の反対側なんですけど、ここもそうですね、ケースがあって、上はだいたい90年代ぐらいのマリオワールドとかマリオカート時代のもので、結構やっぱこの時代のものが僕個人としてやっぱ気に入っているので、そういうものを結構ここに並べてたりしますね。で下は USJ のグッズです。スーパーニンテンドーワールドのグッズを入れている感じです。これはね後で買い直したものなんですけど、このね目覚まし時計もマリオが喋ってくれたりとかして面白いんですよね。これはマリオ3のしっぽマリオのフィギュアですね。これは確か海外で出たやつかな。でこのシャツとオーバーオールの色が今と逆になっているのが特徴ですね。これは90年代に出たパズルですね。書き下ろしのイラストで結構気に入っていて、それでここに飾っています。でこれとかはポスターですね。ゲームのポスターとか、あとこれはチップスターでやった時のポスターとかで、ここの廊下とかも天井にグッズ置き場作ってて、もうとにかく置き場所がないんで、こういうスペースを活用してこういうところにも置いてます。でこれとかはハンカチ、一番くじのハンカチなんですけど、なんとなくフラッグ的にここに飾っているのと、でこれはスーパーマリオくんっていうコロコロコミックで連載しているマリオの漫画があるんですけど、でそれの作者の沢田幸雄先生からいただいた生の原稿のやつです。それをここに飾っているって感じですね。これは 2,3 年前に出たマリオのチップスターコラボのパッケージのやつです。でこれも当時いっぱい買ってたんですけど、パッケージ用とかマリオがついてるものは基本捨てられないんで、ここに積み重ねて置いてある感じです。何度かね、ここぶつかるとねガラガラって崩れちゃうんで、それでここに固定してある感じです。でここはですね、もう完全にグッズの倉庫みたいな感じで、もうチェストを左右に並べていろんなグッズをもうしまっている感じですね。例えば、この辺はジグソーパズルが入っていたりとか、あとこっちはもうハンカチとかそういうものだったりとか、あとこっちはなんかお菓子の箱とか、お菓子とかも基本的には箱買いして袋のまま取っている感じで、
こっちもそうですね。おもちゃであったりとか、この辺もそうですね。古いお菓子のパッケージとか、これはスーパーマリオブラザーズのものなんで、ほんと86年とか87年とかのものですね。これは 2,3 年前にファミリーマートで行われたキャンペーンのもので、これサンドイッチなんですよ、ルイージの。でこういう袋も取っといて、ウレタンとあとこのサンドイッチの断面を写真撮ってこの中入れて簡易的に再現して保存してるっていう感じですね。やっぱこういうお菓子の袋とかもそうですけど、こういう袋って後世に残らないんで、この時にやっぱリアルタイムで買って自分で保管しておかないと、こういうのはやっぱメルカリとかヤフオクとかに出てくることはほぼないですね、こういう袋が。でこちらがマリオワールドの時代に出た自転車ですね。これは当時乗っていたものではなく後から買ったもので、これ新品なんですよ。新品のものを後から手に入れたものですね。マリオの自転車も結構出てて、こっちにあるこういうやつとかは今発売されているものです。これヨッシーのモデルなんですけど、他にもマリオとあとピーチのやつがありますね。でそこにあるのはファミコン時代のスーパーマリオブラザーズ時代の三輪車ですね。ブリヂストンから出たやつで、これも自転車バージョンもあるんですけど、それは見たことないですね。カタログしか見たことなくて、現物は見たことないですね。この三輪車が出たのがブリヂストンっていう会社なんですけど、で三輪車と自転車とか出てたんですけど、それの販促物、店頭に飾ってあった看板がこれです。ブリヂストンサイクルって書いてある。これとかも黒金って言って、学習机とか学習用品を出していた会社の店頭販促物ですね。マリオ3のものなので、88年、マリオ3が出るのが88年なんで、まだ昭和、ギリギリ昭和の時代のものですね。こっち側がチェスト並べてたんですけど、この反対側はこんな感じになっていて、こっちクローゼットで、あとはラックを置いて結構大きめのおもちゃとかの箱をここに入れている感じですね。だいぶ入りきらないんで、どんどんあぶれている感じですけど、90年代出たやつとかって大きい箱物が多いんで、最近出たやつとかもね結構箱物ありますけど、これとかはマリオのテニスラケットですね。ダンロップから出た。これは当時から持っているおもちゃの一つで、もう箱とかもボロボロになっちゃってるんですけど、これはですね、玉転がしゲームみたいな感じで、ここからボールを転がして、このボタンを操作してゴールまで玉を転がしていくっていうゲームで、これはエポック社のおもちゃなんですけど、割と大型のこのマリオの大迷路とか、あとマリオカートバージョンだとかも出ています。これはエポック社の定番商品で、今でも出ていますね。マリオの新しいバージョンとして。でここにあるのは子供用の常用のマリオカートですね。これは違うやつなんですけど、これは本来空気を膨らませるマリオの人形なんですけど、これはここに置いてあります。でここの部屋がだいたいメインとなる部屋で、ぬいぐるみであったりとかフィギュアであったりとか、立体物とかも飾っている感じですね。でここはさっき映ってたこの反対側になるんですけど、ここはクローゼットで、コンテナとか重ねて、ここももう全部グッズが入っている感じですね。ガチャガチャカプセルトイって言われるガチャガチャのものなんですけど、これを種類ごとにパッキングというかしてここに収納している感じですね。100円ショップとかでクリアパックを買ってきて、何種類かサイズを用意していて、合うサイズのものに入れている感じです。これはゲームソフトを入れる収納ケースなんですけど、これはゲームボーイバージョンで、ゲームボーイと本体と、ソフトを入れる用のケースです。で他にもこれファミコンとかスーパーファミコンバージョンがあるんですけど、例えばこれだとスーパーファミコンバージョンで、これはスーパーファミコンのソフトを入れるサイズのケースですね。カセットを入れるやつもあれば、本体を丸ごと入れて持ち運びできるケースもあります。この辺上も全部天井にフィギュアを飾っていて、この辺はバンプレスとか出たやつですし、この辺は今も販売しているフィギュアのグッズですね。この天井に貼ってあるのもこれは販促物です。ここちょうどぴったりで埋まっちゃったんですけど、またこれ新しい種類どんどん出てるんですよ。だからこれどかすかどうしようかなっていう感じで、最初これつけ始めた時はまだここぐらいまでしか出てなかったのが、どんどん新作が出てって埋まっていったって感じです。でここにあるのがメダルゲームなんですけど、これは90年代に出たスーパーマリオワールド時代のメダルゲームですね。デパートのゲームコーナーとかに置いてあったものの実際のものです。
これはやっぱりネットオークションとかがメインですね。それで買って、うちに搬入して置いてあるみたいな。実はね、こっちの方が古いんですね。若干古くて。こっちは92、3年ぐらいで、こっちは95年ぐらいかな。で、それでここにあるマリオのやつ。これがドライブマリオって言って乗り物なんですけど、で乗ったところの背面のところにマリオとヨッシーが座ってるんですけど、これが実際のマリオのやつなんです。で、これもう一つヨッシーがいるんですけど、ヨッシーはまだ持ってないですね。このクッパのやつもそうなんですよ。マリオパーティー時代なんで2000年代のメダルゲーム、こういうやつじゃなくて、でかいやつですね。何人かがまとめてやるやつの筐体の中に飾ってあったソフビフィギュアです。でここにあるクッパと、あとここにあるマリオのやつがセットです。同じ筐体に入っていたやつですね。こういうのがやっぱ筐体がもう解体されて撤去される時にこういうパーツだけ出回るっていうことがたびたびありますね。動作確認もしましたし、自分の YouTube 用のネタとして撮影したりとかもしましたね。特にマリオルーレットとか遊びましたからね、やっぱ自分でいざ手に入れてその内部の情報を知ると、こうなってたんだみたいな思いますよね。でこちらがフィギュアとかを収納しているケースです。でこっちも上にもブリスター系のフィギュアを飾っていて、これは海外とかで出たやつですね。でここにあるのはゲームポスターで、まずこっちの最初のケースなんですけど、ここは、主にレゴマリオ系が入ってます。そしてこちらなんですけど、これはマリオの電話ですね。トーキングフォンっていう、これも海外で出たやつなんですけど、マリオの電話です。でここに実物があるんですけど、本当にこれ実際に使える電話で、これ電話かかってくると実際のゲームと同じマリオの声で喋るんですよ。でマリオの声で電話が来たことを知らせてくれるっていう電話ですね。でこっちが、フィギュアケースの2つ目なんですけど、でもこの辺は割と古い80年代90年代のマリオが並んでいて、この辺も80年代90年代ですね。でここは、ハッピーセットとかが、あとガチャとかがメインで、この辺は海外系のフィギュアが並んでいますね。これとかは割と古めのスーパーマリオブラザーズ時代の出たソフビフィギュアなんですけど、貯金箱になってますね。この時代のマリオってシャツとオーバーオールの色が逆なんですよね。それが一つの特徴でもあります。こういうやつもスーパーマリオブラザーズ時代のマリオのフィギュアなんですけど、これもシャツとオーバーオールの色が逆になってますね。これはまだスーパーマリオブラザーズより前のドンキーコングっていうのでマリオは初めて登場したんですけど、スーパーマリオブラザーズ85年なんですけど、ドンキーコング81年なんですね。でその時に初めて登場した時のマリオの姿のフィギュアです。これがそのドンキーコングと、あとそのドンキーコングを入れてきたポリーンっていうキャラクターのこの3体がセットになってるって感じです。ちなみにこれも電話なんですよ。2つ目のフィギュア棚の下段ですね。マリオカート系が並んでいたりと、あとここはマリオのステージ風に僕は再現して並べているエリアで、ここにあるのがピーチ城で、ここにあるのがクッパ城で、これはおもちゃとしてプレイセットとして出てるんですね。あとフィギュアとかも下にマリオの地面っぽい緑の紙を引いて、このコースっぽい紙を作ってキャラクターを並べてるって感じです。でそしてこの辺が、塩ビフィギュアって言われる80年代から90年代前半にかけて出てた、いわゆる消しゴムフィギュアって呼ばれているやつですね。色がついてない立体物って感じです。これはガチャガチャで出たやつ、カプセルトイで出たやつで、カニ缶がついてるので、その後ろになんか網目みたいなやつを100円ショップで買ってきて、それに針金でつけてる感じです。でこっちが3つ目のフィギュア棚になるんですけど、こっちは割と比較的新しめのフィギュアを飾ってますね。2000年代2010年代以降のものがメインになってます。もうこの辺はチョコエッグのやつとかですね。もう20年近く出てますからね、チョコエッグって。これもバンプレスとか出たソフビですね。 UFO キャッチャーとかで撮るやつですね。プレイして撮ってる時も一時期ありましたけど、そんなに腕がないので中古で買っちゃうことが多いですね。これもカプセルトイのガチャのやつなんですけど、これもボールチェーンなんで引き下げて後ろに飾ってる感じです。特にやっぱ突っ張り棒はいろんなところで使ってますし、なるべく見せるようにはしたいと思っていて、で下はもうマリオカートとかが並んで、あとは若干大型のフィギュアを置いてある感じですね。比較的新しめで、これはクラブ任天堂っていう任天堂のポイントで貯めてもらえるサービスがあったんですけど、2000年代後半から2010年代半ばまであったやつで、ポイント引き換えでもらえたやつです。でこれ海外版と日本版があって、これは海外版ですね。これもそうです。このルイージのやつも
海外限定でポイント引き換えで入手できたフィギュアです。これは缶コーヒーについてたおまけのやつなんですけど、キャップの部分についてたフィギュアのやつで、そのキャップの部分を台座にして飾っている感じですね。段差をつけて後ろのものが見えたりするといいので、上の方が若干大きいものにしたりとか、下に飾ってあるものは小さいもので統一して飾っていたりとかしていますね。全体的に見えた方がいいので、なるべく後ろの方もちゃんと見えるように工夫はしていますね。でこちらはメタルラックがあって、箱系だとか、あと立体物系のフィギュアを置いているところですね。でさっきの部屋のところだと、おもちゃ系がメインだったんですけど、こっちは箱系でもフィギュア系のメインのものをこちらに置いているっていう感じですね。貴重なものだとここの背後にあるマリオ3の、これ90年に海外のマクドナルドのハッピーセット、向こうではハッピーミールっていうんですけどが出た時に店頭に飾ってあったディスプレイのやつですね。これはスーパーニンテンドーワールドで売られているぬいぐるみセットで、もうこれ全部何十体がいるやつをセットで売られているんです。これはスーパーマリオ 3D ワールドっていうゲームに出てきた猫マリオっていうパワーアップのキャラクターなんですけど、マリオの変身の一つですね。ゲーム中で壁を登ることができるんですね。だからこれ手にマグネットがついて壁に貼り付けるようになっているんです。それをここにくっつけてる感じですね。これは別の種類のぬいぐるみなんですけど、この4人ですね。キャラクターは同じですけど、出ているメーカーはこれは違います。ここはぬいぐるみエリアですね。大きなメタルラックを置いて、そこにぬいぐるみを置いている感じで、ここも大体この辺が80年代90年代で、この辺が今も出ている新しいやつで、下はもうマリオだけいっぱい積んであるみたいな感じですね。この辺ですね。この辺りが僕が当時小さい頃から持っていたマリオのぬいぐるみです。で小さい頃からね持ってるやつなんで、もうだいぶ色あせちゃってますし、このボタンとかもね取れちゃってますけど、これが思い入れのぬいぐるみです。これはピカチュウとマリオがコラボしたぬいぐるみです。マリオピカチュウっていう種類ですね。でこれはポケモンセンターで販売されたものなので、どちらかというとピカチュウグッズなんですけど、マリオの格好をしてるから僕の中ではマリオグッズということで買ったって感じです。こういうとこ海外で割と初期の頃に出たやつなんですけども、顔が全然違いますよね今。ライセンス形態が日本と違いますからね。なるべく楽しげに見えるように飾りたいっていうのがあるんですけど、もうだんだん部屋に余裕がなくなってきて、そういう展示方法にこだわる余裕もだんだんなくなってきたんですけど、なるべく見て楽しいように、であとさっきもお話ししたようにグッズ飾るときもなるべく商品が、品物が見えるように飾りたいとは思っています。もともと小さい頃からマリオが好きだったので、その流れでマリオが好きだからやっぱりマリオがついたものも欲しくなるっていう流れで集め始めたっていう感じですね。だからコレクターとはいうものの、物を集めるのがメインではなくて、マリオが好きだからマリオがつくものなら何でも欲しいっていう理由で集め始めたのっていうのが大きな理由です。僕は1985年生まれで、ファミコンのスーパーマリオブラザーズと同い年なんで、もう本当に物心ついた時からずっとマリオと一緒だったって感じです。そうですね、僕の YouTube はもうほぼマリオ専門で、マリオに関するゲームとかグッズの情報を発信しているっていう感じですね。僕自身が出るっていうことはほとんどないんですけど、グッズを写したとしてももうほぼ手元だけっていう感じです。あとはだいたいゲーム画面を使ってっていうのがメインです。マリオグッズの展示会、展覧会みたいのはやりたいとは思っていますね。実際にやっぱ見てもらいたいですし、その当時の空気感というものをやっぱり実際に見てもらった方が感じやすいと思うので、そういう意味でもマリオの歴史の一つでもありますから、そういうのの展示会をやりたいなっていうのは一つの目標ではあります。そうですね、マリオが魅力だから、グッズも魅力的ではあるんですけど、一つはやっぱりいろんなジャンルのグッズが出ていることですね。フィギュアとかぬいぐるみとかだけではなくて、本当に子供用のアパレル用品からおもちゃから食べ物からいろんな種類が出てるっていうのが一つ魅力で、例えば最近 JR 九州とコラボしていますけど、そういうのをきっかけに僕も九州に行ったりとか、マリオとか、あとマリオのイベント、グッズを通じていろんな経験をできるっていうのも一つの魅力だとは思います。でやっぱりマリオっていうキャラクターが人気だからこそいろんな種類に出てますし、いろんな体験ができるっていうことだと思います。
マリはもう小さい頃からずっと僕が物心つく前からずっと40年間一緒に歩んできたので、本当にかけがえのない友達みたいな感じですかね。